こんにちは、岡祐介です。今回なんですけどね、こちらに今ブラックマジックデザインポケットシネマ 4K と、ルミックスの G9 とソニーの α7 III、富士フィルムの XT30 と、あとこちらキヤノンの 1DX Mark II が計5台入っております。で、今収録しているのがね、キヤノンの 5D Mark II となっております。はい、でこちらね、一部ね、グーパスさんっていうそういった、サービスがあって、それを使用しているのでね、ぜひチェックしていただければなと思います。でこちらは、実際所有していて、ブラックマジックさんにお借りしているものも一部あります。でその上で、せっかくね、こういった幅広い、ボディがあるので、今日はですね、どのボディを買うべきかっていうものについて、皆さんにお話したいと思います。こうやってソーシャルやってる中でいろんな方から質問があって、やっぱ中でも一番多いのはどのカメラを買うべきなのかっていう質問がね、めちゃくちゃ多いんですよね。で正直僕の結論から言うと、自分が動画表現したいものによっておすすめの機材っていうのが変わってくるんですよね。なので、どの一眼レフを買えばいいですかって質問に対して、まずはどんな表現をしたいですかっていう開始から始まるんですよね。なのでこれから全てのボディの特徴をね、ご説明する上で、まずご自身が今後どういった動画表現をしていきたいかっていうことについて、今一度ね、考えていただければ、今からね、僕が話すことっていうのが、よりね、吸収しやすくなると思うので、ぜひ参考にしていただければなと思っております。はい、そんな感じで、実際僕の今まで使用してきたカメラの経緯から言うと、まずは、GoPro から始まりました。で GoPro から始まってより追求するために、まずソニーの α6500 を購入しました。発売したてですね。こちらはね、α シリーズなんですけど、7 III となってますね。で、最初は α さんを使用しまして、その後にルミックス、こちらですね、の GH5 を使用させていただきました。で、GH5 を使用した期間っていうのが、半端じゃなく長くて、数々のね、お仕事もさせていただいた、優秀なカメラなんですけど、で、そこから会社も設立したので、会社の所有として、今収録しています、キヤノンの 5D Mark IV だったりとか、キヤノンの 1D Mark II とかを使用するようになりました。でそこから紆余曲折得て、レッドとかね、シネマカメラを使うようになったんですけど、今一応落ち着いているのがこちらの BMPCC4K となっております。で、富士フィルムさんは以前ね、ブックさんからお借りして、一回ね、映像表現させていただいたんですけど、正直 XT3、これは XT30 なんですけど、XT3 もかなり気に入ってるボディなので、一応ね、すべて触ったことがあるということで、適切なね、お話ができるんじゃないかなとは思っております。で、あくまで今ここで、お伝えしますと、僕は、どのメーカーさんを、比重を置いてご説明するとかじゃなくて、見てくれる人たちに選択肢を与えるっていうことを、行っていますので、そちらだけご了承いただければなと思っております。で、あとね、僕はね、ビデオグラファーなので、もしね、プロのね、フォトグラファーの方がいましたら、ちょっと、申し訳ないんですけど、映像ということで、ご理解いただければなと思っております。はい、まずね、この、僕の、見解として、この中で一番多分僕の周りで使用している方が多いっていうボディからご紹介したいと思います。まず一つ目、こちら、α シリーズですね。こちら、α の7シリーズっていうものは、もう本当に僕ね、トランスサロンっていうコミュニティやってるんですけど、一回ミートアップで70人ぐらいいる中で、α 使用している方手を挙げてくださいって言ったら、7、8割ぐらい、α シリーズに手を挙げてたぐらい、本当にこのカメラを使用しているユーザーってのはめちゃくちゃ多いです。機能云々っていうよりかは、やっぱり周りに使用している友達が多いっていうものは、上達のスピードが圧倒的に速いので、友達と、ソニーの α シリーズについて話し合いをしながら、かつクリエイティブを磨きたいっていう方は、まず日本の一眼レフの状況からして、この α シリーズっていうのはめちゃくちゃ優位性はあると思うので、ぜひ友達とコミュニケーションを取って、クリエイティブを磨きたいっていう方は、まずこちらの α シリーズがいいかなとは思っております。重量で言うと、もうキヤノンの 1D Mark II っていうのが圧倒的に重いんですよね。で、重いので、こういった重いものに比べると、このミラーレス一眼っていうものは半端じゃなく軽いと。なので僕から言うと Vlog とかスマートフォンと変わらないんじゃないかってぐらい本当に軽い仕様になっていまして、かつ写真と動画両軸綺麗です。それはね、キヤノンさんも同じことなんですけど、このコンパクトサイズを保ちながら、ここまで高画質な、写真動画撮れるってものは、これ1台なんじゃないかなというのは思っております。実際にプロの方からお聞きしたんですけど、フォトグラファーの方もビデオの方も、キヤノンを使用してからソニーに移動するっていうことがね、めちゃくちゃ多いらしくて、そのぐらいムービーにも力が入ってるし、写真のクオリティっていうものもかなり上がっているのではないかなと思っております。で、レンズのね、種
種類とかもやっぱりかなり豊富なので、自分が好きな表現とか、例えば望遠レンズにしろ単焦点にしろ、本当に幅広い表現があるっていうのが、一強みかなと思っております。次にこちら、今ね、こちら G9 があるんですけど、GH5 に例えてお話しさせていただきますと、正直 GH5 を買った理由っていうのが、まずコスパがいいんですよね。で、価格が多分20万ぐらい、ボディが20万ぐらいでして、そこからライカのレンズとかで10何万とかするんですけど、この GH5 を使用させていただいて、G8 ですけどね、GH5 を使用させていただいて、かなりの年月が経ったんですね。お仕事でもたくさんさせていただきましたし、そういった部分で、ネックなのが、僕は仕事を経験したので、GH5 だとコンパクトなので、見栄えがあんま良くないんですけど、一応10ビットが撮影できたりとか Vlog って言われるログ機能もあるので、映像美をね追求されたいっていう方はこちらの GH5 ね、おすすめです。で GH5 は正直写真は弱いです。はい、そういった意味で言うと結構動画に振り切っているカメラなのかなって思います。なので動画で振り切っている分、PR とかもね動画にフォーカスされていたので、僕は当時ね α6500 を買い替えた後はまず GH5 に飛びつきました。でモニターがこういった感じで自分向きに向くので、僕今考えれば GH5 で自撮りするときはものすごく楽だった記憶があります。だってこうやって自分の顔を見ながらVlog 撮ることができるんで、今の僕の動画スタイルにはかなり当てはまってるのかなと思いました。ただ僕はこれを使って欠点だなって思ったところがあって、それは、写真が弱いっていう部分で、僕もインスタグラムとかで写真を投稿したいので、写真が弱いっていうのは結構ネックだと。で、写真が弱いっていうのと、オートフォーカスがかなり弱いです。もうそれで言うとね、こちらの α7 シリーズっていうのはもうオートフォーカスとか多分ナンバーワンだと思っていて、これから本当に動画を始めていきたいっていう方は、もうこっちの説明をせずに先におっしゃってしまいますと、α の7シリーズっていうのが一番おすすめです。これは伝えておきます。で、こちらだとやっぱりオートフォーカスが弱いですが、シネマトグラファーとか、そういった映画のね、動画表現をしている方のサブ機としてね、GH5 使われることが多いんですけど、そういった方たちってオートフォーカスいらないんですね。全部マニュアルフォーカスで使用しているので、そういった方たちから見ると、オートフォーカスの強さっていうのはいらないのかなって思います。ただ、この動画を見ている方っていうのは未経験の方も多いと思うので、こういったオートフォーカスとか写真のね、強弱っていうのはかなり重要視されてくるのではないかなと思って、今お伝えしたのが、全てです。で、今回この XT3、XT30 なんですけど、僕が使用したのは XT3 なので、それを例えてお話しさせていただきますと、まずね、色味に特化してます。これは写真動画ともに、色味が何よりもいいです。で、この XT3 っていうのは他の、ボディと違って色味へのこだわりが本当に強いです。一回、富士フィルムの方と、ブックのイベントでお話しさせていただいたんですけど、やっぱりこだわりが強いんですよね。で、僕の印象、下手にログ撮影とか色味を抜いて撮影して、カラーグレーディングするよりも、富士フィルムの中の色味補正を、使用する方が綺麗に映ります。それで言うと、僕がね、以前出した XT3 のレビューっていうもの、結構ね、バットがめちゃくちゃついてる動画なんですけど、それを見ていただければ、映像の綺麗さっていうのは伝わると思います。実際にね、女性のモデルさんを使って、これで撮影してきました。で、これの良さってのは、僕はね、女性にすごくおすすめだなと思っていて、まず、このルックがおしゃれなんですよね。かつ、このボディの中で一番コンパクト、レンズもかなりコンパクトなので、こういった首に下げながら使用しても、かなりデザイン的にもかなりおしゃれなので、ファッション性としての機能もすごくあるし、かつこの富士フィルムにしかできない色表現というものがあって、僕はその色がハマってしまいました。なんかフィルム感って言ったらあれなんですが、もうデジタルフィルムみたいなああいった色味を作り出せるには本当にこの XT3 しかないと思うので、僕がおすすめするのは女性だったりとか男性でもそういったフィルム感のある表現をしたい方っていうのはこちらの XT3 は本当におすすめです。はい。で、次にですね、こちら行こうかな。キヤノンの 1DX Mark II ですね。はい。こちらです。フルサイズですね。一応ね、この 1DX Mark II っていうのはフラグシップモデルで、ビーストって言われてるぐらい、なんですけど、本当にそれぐらい重量もかなり重いので、これは僕このね 1DX Mark II っていうのはすごい憧れがあって、なぜかっていうと、海外のね尊敬しているクリエイターさんがみんな 1DX を使ってるんですね。僕は 1DX Mark II をいつか使用したいってずっと思ってて、会社を設立してやっと変えたんですけど、これは写真表現においても
本当に僕は正直ソニーとか、他のメーカーさんよりも写真は強いと思うし、あと動画とかもある意味その黒の潰れ具合が僕好きなんですよね。なので僕は男らしい表現というか、そういった黒を潰して、シネマティック表現をしたい方っていうのはこちらの Canon の 1DX Mark II はおすすめです。で、僕がね今まで YouTube 上で出している動画のほとんどが多分 1DX Mark II で使用していまして、それで言うと、そうだ、ピーター・マッキンノンさんもこれでやってますね。Vlog カメラっつって。で、Vlog カメラにしては重すぎるんですよね。皆さんが思ってる以上に重いです。で、こちらには2470とか、シグマ 35mm とか、こういったものをつけてくると、もう本当に大変なぐらい重くなってしまうんですが、本当にね、男性向けです。重くても、高画質な写真、高画質な動画を撮りたい方ってのは、おすすめです。レンズもね、かなり豊富ですし、古さやつなので、ボケ味も本当に圧倒的に強いです。バッテリーの持ちは、この中よりも多分2、3倍ぐらい、キヤノンの 1DX Mark II の方が強くて、もう本当見ていただければわかるんですけど、バッテリーのデカさが異常なんですよね。こちら。なんで、そういったバッテリーとか、本当にいろんな側面で、総合的に見たら、もしかしたらこの Canon の 1DX Mark II っていうものと、α の7シリーズっていうものは、同等な印象になるのかなと思います。正直ここが一番張り合うんじゃないかな。大手メーカーとしてね、ソニーさんとキヤノンさんが一番競ってると思うんですが、コンパクトかつ高画質で写真動画撮りたいっていう方はこちらの α シリーズ、重くても関係ねえよっていう方はこちらとなっております。あとは、本当に細かなソニーにしか作れない絵作り、キヤノンにしか作れない絵作りっていうものがあるので、これは正直皆さんが一回触って肌で体感しながら好きな方を選んでいただけるのが多分何よりもいい方法だと思うので、ぜひ参考にしてみてください。で、最後にこちら来ました。ブラックマジックデザインのポケットシネマ 4K ですね。これは正直、ここら辺のね、ボディに比べると本当に最近出た一眼レフではあるんですけど、正直このカメラっていうのは、業界を変えたじゃないけど、業界がね、かなりびっくりした一眼レフなんじゃないかなとは思っております。わかりやすく言うと、この4つは僕は一眼レフっていうカテゴリーだと思うんですけど、この BMPCC4K に関しては、もうシネマ機です。一眼レフではないなって個人的には思ってます。それは実際にレッドとか、シネマカメラを使用させていただいた際に、その動画とこの BMPCC4K の比較をした時に、もう差が見分けられなかったんですよね。で、写真は正直撮れないです。すべてのものに比べると写真は撮れないので、僕みたいに写真と動画両方撮る方っていうのは、ボディを2つね、持ち歩かなければいけないっていう欠点があるんですけど、動画っていうものに振り切った場合だと、こちらの BMPCC4K は圧倒的勝利を収めてます。でね、この動画を出す前に多分 BMPCC4K のレビューも出してると思うので、ぜひ見ていただければなと思っております。はい、今回はこういった、機材のね、お話をしたんですけど、この動画を見てる方でも今後動画表現を突き詰めていきたい方とか、どういった機材を購入すればいいのかって悩んでる方かなり多いと思うので、ぜひ参考にしていただければなと思っております。で、こういった機材を、使用して、で、編集はね、僕のチュートリアル見ていただきたりとか、で、正直これ10万円、すべて10万円以上するんですけど、そういったお金出せないよっていう方は、もうまずはね、皆さんのポケットにあるこのスマートフォンでいいので、スマートフォンでまず撮るっていうことを、実践してみてください。で、僕のチュートリアルに iPhone だけで撮影する方法とか、iPhone で編集する方法も載せていますので、ぜひそちらで、技術を培った上で、こういった、それでもね、動画表現を追求したいっていう方は、こういった一眼レフを購入していただければなと思っております。こういったね、機材を皆さんにご紹介できてすごく嬉しく思います。感想とある方ね、コメント等いただければなと思っていますので、ぜひ、お待ちしております。はい、じゃあそんな感じで本日の動画も以上となります。本日はどうもありがとうございました。